夏といえばソフトクリームだぜ。お、霊夢が歩いてる。ちょっと自慢してやるか。マリサ、こんなところで何してるの？今年は異常気象で暑いから、ソフトクリームを買いに来たんだぜ。いいだろうでもあげないんだぜなんだ今のは？じゃあ、ソフトクリームがなんてひどいことをするんだ。くれもしないソフトクリームを見せつけるマリサが悪いのよ。それにしてもやりすぎなんだぜ。じゃあ、お詫びにすごく面白い映画を教えてあげるわ。紹介したいなら初めからそう言え。今回はカルト映画の頂点であり、デビッド・リンチ監督の原点であるイレイザーヘッドを紹介するわ。怖いおっさんがこっちを見ているんだぜ。彼はこの映画の主人公ヘンリー・スペンサーよ。デビッド・リンチが一人で制作監督脚本編集美術特殊効果を務めて制作した長編映画デビュー作品になっているわ。一人でそんなにやるなんてすごいんだぜ。ところでイレイザーヘッドってどういう意味なんだ？イレイザーヘッドは、鉛筆についている消しゴムのことよ。試験の時にやむを得ず使って、結果そんなに綺麗にならないあれか。内容はどんな感じなんだ？悪趣味でグロテスク、広大なようで狭く短い、美しいようで醜悪で残酷、なんとも言い難いわね。いいか悪いか、面白いか面白くないか。そういう次元にないわ。映画開始と同時にシュールな映像がひたすら流れ続ける。ボロボロの人間に、謎の大宇宙を漂う主人公。この頭こそイレイザーヘッドに間違いないな。ここに産み落とされたとかそういうことかもしれないわね。油だこの穴番のような謎の空洞も見えるな。この映像はゲロゲリゲゲゲのセクシュアルビヘイビアインザヒューマンメールを連想させるぜ。映画全体を通して言えることなんだけど、暗くて不気味な世界観がとにかく最高で、ハードコアのジャケットのような雰囲気がとてもいいと思わない？ああ、場面がゲロゲリゲゲゲの LP みたいだな。雰囲気そのままに物語も暗くてジメジメしているから、病的なキャストや奇妙な生物が、より生き生きして見えるわよ。病的なキャストや奇妙な生物？なんだか雲行きが怪しいぞ。あらすじはどんな感じなんだ？そもそもストーリーそのものがあるようでないからなんとも言えないんだけど、消しゴムのような髪型からイレイザーヘッドと呼ばれるヘンリーは、恋人から死体が不自由な赤ん坊を産んだことを告白され、恋人との結婚を決意する。ところが彼女はおぞましい形相の赤ん坊に耐えきれずにやがて家を出てしまい、残されたヘンリーは一人で赤ん坊を育てることになるが、もうすでに不気味で気持ち悪いんだぜ。リンチ監督と他5人の計6人で制作し、個人資金と5年の歳月をかけて作成した作品なんだけど、資金が少なかったことが理由で、ドアノブを回して部屋へ入るまでに1年半かかったのよ。グロテスクなシュールな作品を5年もかけて作るなんて、なかなかイカれているな。そもそも何にお金や時間がかかったのかもさっぱりわからないのよね。撮影や場所の移動、気味の悪い生き物や作り物の首とかが高いのかもしれないわ。ちなみに主人公の役を演じたジャック・ナンスは1996年12月30日に不可解な最後を迎えているわ。一体何があったんだ？デビッド・リンチ監督の映画ロストハイウェイの撮影を終了していたナンスは、12月29日の朝に、口論となったラテン系の人物らに殴られたと主張したの。友人と共に昼食をとったんだけど、頭痛を訴えて家に戻り、その怪我が原因で、翌日の12月30日に硬膜下血腫で命を落としたのよ。解剖の結果、ナンスの血中アルコールレベルは非常に高かったことが分かっており、ある捜査関係者は、この喧嘩が実際にあったかどうか疑わしいとしているわ。呪いでもあったのか？怖いんだぜ。ちなみに映画の反響はどうだったんだ？当時も映画の人気はまるでなく、さっぱり理解されなかったらしいわ。最初の深夜上映時観客はわずか25人で、翌週に入った客の24人は全員リピーターだったそうよ。逆にそいつらは何なんだよ。アメリカの映画館で深夜上映されると、不気味さが一層際立ち、ミッドナイトカルトと呼ばれて一部に熱狂的支持を受けたのよ。個人的に気色悪かったのが、未熟児の子供と、謎の歌を歌う幻想の少女ね。少女は姿も気味が悪いんだけど、歌う歌も気持ち悪くて、二重で具合が悪くなるの。未熟児をハサミで切り裂いたり、主人公の頭を投げたり、残虐でグロテスクなシーンも連発するわよ。どんな人にもおすすめできないけど、不思議と見たくなる魅力があるのよね。おすすめされた人たちはとんだ災難なんだぜ。目玉の嫁の感想は、気色悪い、意味わかんない。一緒に見た友人は、鑑賞後、通路に落ちている獅子を鳥と勘違いして驚いていたそうよ。頭がおかしくなってるじゃないか。というわけで今回はデイビッド・リンチ監督のイレイザーヘッドを紹介したわ。体調がいい時にでも見てみるんだぜ。